マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、皆さん、今日は何の日か知っていますか？今日はですね、日本では成人の日です。はい。ということで、今日はですね、日本の成人式についてお話をしていきたいと思います。日本では、今年20歳、20歳のことですね。20歳になる人たちのことを新成人と呼びます。つまり、新しい大人っていうことですね。今日はその新成人たちをお祝いする日なんです。日本の人たちにとって成人式っていうのは本当に特別な日なんですね。ただのイベントっていうよりかは、もう本当に大人になったんだなって自分自身も、そして周りからも正式に認められる、そんな日なんですね。そしてこの成人式っていうのは人生でたった一度しかありません。やり直すこともできない、たった一度きりの日だからこそ、日本の人たちにとってはより意味のある、そういった行事なんですね。そのため多くの人たちが数ヶ月前、あるいは1年以上前から準備を始めます。なので家族にとってもとっても大切なイベントになっています。日本の成人式は毎年1月の第2月曜日に行われます。この日は成人の日という国民の祝日なので、全国各地で同時に成人式が開かれます。日本では法律的に飲酒や喫煙が認められる年齢が20歳であり、いわゆる大人になる年齢とされているため、その年度に20歳になる人たちが成人式の対象となります。成人式は単なる記念行事ではなく、社会的にあなたは大人の仲間入りですと認めてもらう日です。この日を境に法的な権利の有無にかかわらず、自分で責任を持って生きていく大人としての自覚を意識し始める瞬間でもあります。そのため多くの日本人にとって成人式は子供の時代を終えて、そして自立へのスタートラインに立つ象徴的な日だと感じられています。ちなみに日本で最初に成人式が行われたのは埼玉県蕨市という場所だと言われています。当時は成人式ではなく成年式という名前で始まって、そこから全国に広まっていきました。現在も蕨市では成人式ではなく成年式という名目で毎年式典が行われています。現在では式典は市民ホールや文化センター、そして体育館などの公共施設で行われることが多くて、その地域の市長や区長が出席して、お祝いの言葉やこれから大人として生きていく上での責任や希望について話をしてくれます。そしてその後、新成人代表のスピーチや軽いお祝いイベント、そして記念品が配られたりすることが多いです。地域によっては少し変わった形の成人式もあります。例えば、千葉県浦安市では毎年東京ディズニーリゾートで成人式が行われていて、全国的にもかなり珍しい成人式として知られています。対象となる新成人は東京ディズニーランドもしくは東京ディズニーシーに無料で招待されて、でミッキーたちにもお祝いしてもらえるんですよ。本当にすごく羨ましいですよね。まず成人式の準備で最も力を入れるのはやっぱり服装選びです。男性はスーツや袴、そして女性は振袖を着るのが一般的です。女性は成人式で着る振袖をだいたい1、2年前からレンタルの予約をします。人気のデザインはすぐに予約が埋まってしまうので、高校生のうちから決めておく人も少なくありません。
そして振袖のレンタル料はピンキリで、安い振袖で10万円以下のものもあれば、高いと30万円以上するものもあります。で、このピンキリっていうのがどういう意味かっていうと、値段や質が高いものから低いものまで幅があるっていう意味ですね。ちなみに私は振袖を選ぶのにすごく時間がかかりました。本当にもう色もデザインもすごく豊富で、どれも本当に綺麗なんですよ。なので、その中から一つしか選べないなんて、もうそんなの無理って思っちゃってね。もう本当に時間かかりましたね。そう。で、その中からとっても気に入った振袖を見つけたんですよ。なんですけど、その振袖のレンタル料が30万円くらいだったんですね。うわ、高っと思って。そう。で、それはさすがにね、もう高すぎるっていうことで、諦めましたね。はい。で、2番目に気に入った振袖をレンタルしたんですけど、それでもね、その振袖が16万円くらいしましたね。それも高いですよね。うん。で、その私が選んだ振袖は赤色の振袖で、こう綺麗なお花がね、たくさんこうデザインされている、そういった振袖でした。はい、とっても可愛かったです。そして成人式の前には前撮りを行う人も多いです。この前撮りっていうのは成人式当日ではなくって、成人式の前に振袖やスーツを着て、写真スタジオで写真を撮っておくことですね。で、成人式当日っていうのはもう本当にもうとっても忙しいんですよ。バタバタするので、前撮りでね、ゆっくりと写真を撮って、で、素敵な思い出を形にするっていうことができるんですね。じゃあ、この前撮りをいつ頃撮るのかっていうと、一般的には成人式の1年前くらいから前撮りを行う人が多いです。でもたまに中にはね、成人式当日に写真を撮るっていう人もいます。人気の美容室や写真スタジオは早く予約が埋まってしまうため、特に女性は高校生のうちから予約する人もいます。で、前撮りでは家族写真を撮ることも多くて、成人式の特別な一日を写真としてしっかり残せる大切な時間でもあります。成人式当日は早朝から時間との戦いが始まります。特に女性はヘアセットやメイクのために朝4時とか5時に起きることも少なくありません。私もそのくらい4時頃に起きた気がしますね。はい。で、面白いのは本人よりも結構親の方が緊張しているっていうこともね、あるんですよね。なので、こう、お母さんが、ほら、早く早く、遅れたら大変だよ。準備全部終わった？忘れ物ない？寒くない？大丈夫？とかね。そう。なんか本人よりも親の方がバタバタと動き回るっていうのもね、成人式当日によく見る光景の一つかなと思います。そして成人式当日に写真を撮ることも大切な習慣の一つです。成人式、その式の前に自宅で一度撮影をして、スマホとかね、あと、家のカメラとかで撮って、そして成人式会場でも再び写真を撮るっていうね、そういったことが多くって、一日を通して様々な場所で記念撮影を残します。で、私も成人式当日は家でも家の前でも写真を撮ったし、あとは、えっと、緑がある公園、うん、に行って、ちょっと自然の中で写真を撮ったり、あとは、家族と一緒にもね、
みんなで撮ったりとか、あと成人式会場でも写真をたくさん撮りましたね。あと成人式は1月に行われるため、寒さは当然なんですけど、地域によっては雪の日も珍しくありません。で、袴や振袖を着て雪道を歩くっていうのはとっても大変なんですね。なので、成人式当日の天気を気にする人も多いです。で、私も成人式の前日にてるてる坊主を2つ作って、もうお願い、絶対明日晴れにしてってお願いをしましたね。はい。で、このてるてる坊主っていうのは、雨が降らないように願うためのなんか小さな人形ですね。で、紙とかティッシュとか、あとは布とかで作って、で、頭に紐をつけて、それを吊るすんですよね。うん。それを私はやりましたね。はい。他の人も多分てるてる坊主作った人いると思います。はい。で、そのお願いが効いたのか、成人式当日はね、すごく寒かったんですけど、でも無事に晴れていい天気だったのでね、本当に良かったです。で、成人式会場に着くと、ちょっとワクワクしながら友達を探します。なんでワクワクするかっていうと、中学校を卒業してから5年ぶりに同級生たちと会うからです。え、なんで中学校の同級生と会うのって思いますよね。その理由は、実は日本の成人式は高校ごとではなくって、中学校ごとの地域で行われることが多いんです。高校はみんな別々の地域の学校に行くことが多いので、成人式ではどの中学校を卒業したかっていうので集まるのが一般的なんですね。だからこそ5年ぶりに再会するので、わー、久しぶり、元気だったっていうね、こういった会話があちこちから聞こえてきます。はい。しかもみんな女の子たちはメイクだったり、あとは髪型をもうバッチリしていて、で、男の子たちは袴やスーツをビシッと着ているのでね、もう見た目がガラッと変わっているのでね、もう一瞬誰だかわからないっていうケースもあります。はい。こうやって久しぶりに同級生と再会できるのも日本の成人式ならではの楽しみの一つなんですね。そして成人式が終わると本当のメインイベントが始まります。成人式が終わった後はみんな私服に着替えて、そして中学校の同級生たちで集まって同窓会をします。で、この同窓会っていうのは学校を卒業した後に同じ学校で一緒だった友達が集まって行う会のことですね。はい。で、そこでみんなでお酒を飲んだりして、朝までワイワイ過ごすのが日本の成人式の定番コースです。居酒屋の後にカラオケに行くっていう流れが結構多いかなと思います。そして次の日は SNS にみんなで撮った集合写真や、あと家族写真、そして友達との写真が一斉に投稿されて、タイムラインが成人式の写真で埋め尽くされます。お互いにタグ付けをしたり、あとはコメントし合ったりもしますね。それから LINE ではグループ LINE が作成されて、みんなが成人式や同窓会で撮った写真をそのグループのアルバムに追加をします。で、私も成人式や同窓会で友達と一緒に撮った写真を今でも大切にハードディスクに保存しています。最後に成人式あるあるをいくつかご紹介したいと思います。はい。まず一つ目は、外見が変わりすぎて、誰ってなる。はい。中学校時代は、とってもおとなしかった子が、なんか久しぶりに会ったら、もうすっごい派手なギャルになってるっていうことも結構あるんですね。で、そうすると、
パッて見た時に、もう思わず「え、誰？」ってなっちゃうんですよね。そう。で、逆に、中学校時代、中学校の時、ちょっと不良っぽかった男子が、成人式で会ったら、すごく落ち着いていて、で、スーツもビシッと着ていて、もう立派な大人になっている。で、それで驚くみたいな、そういったこともあります。二つ目は、顔はわかるのに名前が思い出せない。はい。これもね、よくあることかなって思うんですけど、成人式で、こう、中学校時代、全然話したことなかった同級生から、突然、「ああ、久しぶり」って話しかけられることもあるんですね。で、顔ははっきり覚えてるんですよ。「ああ、いたよね。同じクラスだったよね。うんうんうん、覚えてる」って思うんですけど、なぜか名前だけがどうしても思い出せないっていう。そうすると、もう頭の中で必死に考えるんですよ。やばい、なんだったっけ名前みたいな。そう。で、その子とね、話しかけられると笑顔で会話はするんだけど、頭の中と心の中では、やばいやばい、この子の名前なんだっけ、思い出さなきゃって、こう、そう、焦るっていうのも、これもあるあるかなと思います。3つ目はトイレがめっちゃ大変。はい。振り袖って中に何枚もこう重ねてね、着るんですよ。なので、一度振り袖を着てしまうと、トイレに行くのってとっても大変なんですね。で、洋式トイレだったら、まあ、大変だけど、まだ大丈夫かなっていう感じなんですけど、もう和式トイレだった場合は、もう最悪ですね。うわ、これ無理かもって思う人もね、結構いると思います。うん。で、こんな感じで、もう本当に振り袖姿でトイレに行くっていうのは、かなり時間がかかるので、もう早め早めに行動することがとても大切なんですね。はい。で、中には成人式が終わるまで水分をあまり取らないっていう人もね、いるそうです。4つ目は、目立つ新成人に注目が集まる。はい、これはですね、少し前の成人式では、一部の地域で個性的な服装や、あとは目立つ行動をする新成人が話題になることがありました。で、ニュースで派手な髪色、あとは派手な袴や衣装で式に参加する様子が紹介されるっていうこともありましたね。はい。当時はいわゆるヤンキーっぽい人たちがこう成人式をちょっとした晴れ舞台のように感じて、普段より派手なスタイルで参加するっていうこともあったんですね。ただ、最近ではこうした光景は、ちょっと前よりは少なくなっていて、今の成人式は落ち着いた雰囲気の中で行われる地域がほとんどかなと思います。はい。で、私もね、成人式の時、そういったちょっとなんかすごいヤンキーとかが来るのかなって思ってたんですよ。うん。なんですけど、特に目立つヤンキーもいなかったし、あと騒いだりして周りに迷惑をかけるみたいな人も全然いなかったですね。もう私が参加した成人式は本当に最初から最後までみんな静かでした。5つ目は、早生まれの人はまだ19歳。はい。これはですね、成人式の対象は、その年に20歳になる人なので、早生まれの人は成人式の時点ではまだ19歳なんですね。はい。で、見た目も雰囲気も、もう本当に立派な大人なんだけど、法律的にはまだお酒もタバコもダメっていう、なんかちょっとそういった微妙な立ち位置なんですよね。うん。で、特に成人式の後に行く同窓会で、居酒屋とかに入ると、なんかしっかり年齢確認をされることがあるんですよ。
お店の人からね。そう。で、そうすると早生まれの19歳組だけソフトドリンクみたいな、そういった状況になることもあるんですね。はい。で、もう周りはね、みんな大人だね、もう大人だね、20歳だね、イエーイ、乾杯みたいな、そんな感じなのに、もう19歳組だけウーロン茶みたいな。うん。これも成人式ならではのちょっと切ないあるあるかなと思います。6つ目は、久しぶりに再会した同級生と LINE 交換するけど、成人式後はそんなに連絡を取らない。はい。これもね、本当にあるあるかなと思うんですけど、私も実際に成人式の日に何人かと LINE 交換をしました。ですが、その後はね、もうほとんど連絡しなかったですね。はい。で、その時はもう絶対にまた遊ぼうね、絶対定期的に会おうねみたいな、そういった話で盛り上がるんですけど、まあ久しぶりの再会で嬉しいし、お酒も入っているので、その時は本気でそう思うんですよ。でも翌日になって冷静になると、なんか、あ、別に連絡することそんなにないかなみたいなそういう感じになっちゃったりするんですね。はい、今日はですね、成人式についてお話をしました。いかがだったでしょうか？最後に、今の私にとって成人式がどんな思い出だったかって振り返ってみると、あの日はただのイベントとかではなくって、人生の一つの節目を迎えたことを実感した、そんな日でしたね。それから20歳まで育ててくれた両親にも感謝をした一日でした。はい。で、この節目っていうのが何かっていうと、一つの段階が終わって新しい段階が始まる大切なタイミングのことです。そしてもし今の私が20歳の頃の自分に言葉をかけられるとしたら、うん、いろんなことがあるけど楽しい人生送れるよ。だからたくさん笑って過ごしてね。あと、お酒飲む練習しても全く飲めるようにならないから、もう無理して飲むなって言ってあげたいですね。はい。皆さんはどうでしたか？皆さんの20歳の時の思い出、どんな思い出がありましたかね？もしよかったらコメント欄でぜひ教えてくださいね。はい。それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。